キックのマイク DM6 ですね。SE の RM17 ですね。ギターは4081マイニューギアでございます。このマイク、リボンマイクはかなり強力な磁石が入っているのでくっつきます。こっち側とこっち側で交差しないようにして、この変換全部取ってあって、これは何でかというと OK。はい、市場マニア YouTube チャンネルエンジニアの小川健一です。普段は朝撮ってるんですけど、午前中撮ってるんですけど、夜撮ってまして、そしたらちょうど明日リズムレコーディングでですね、もう早く帰りたいんですけど、これをやんなきゃと思って、明日持っていく機材をせっかくアシスタントが梱包したのに開けるという、明日も使う機材の紹介をします。明日はね、ちょっと特殊でマイクのみを持っていくという、プランでやるんですけど、こういう2つのケースに今入ってて、こんな感じかな。こんな感じに入ってます。もうアシスタントがやってくれたんですけど、これを全部開けちゃうという、とてもダメなことをやりますね。こういう、なるべく、クッション性のあるものにこうやって入れて、ガードしてます。やっぱりぶつかったり、車に置いたら車で衝撃があったりするんでね。そういうためにこうやって梱包してます。はい。じゃあまず、キックのマイク。この間も紹介した DM6 ですね。アースワークス。キック用に持っていきます。スタンダードのやつは比較的向こうにもあるんで、あんまり気にしてないですけど、そうだ。M82 だけ入れといてって言おうとして、あった。M82。もう一個キックの、違うよ。これ間違ってる型は。M81 な、これ。M82 は持っていかなきゃいけないんで、後でやります。で、あとキックで僕が使うのは、エリアン8ですね。前教えた。エリアン8ですね。ちょっとリボンっぽい。リボンなのかな。で、次が、ハイハット。結構守ってますね。これは前紹介した SE の RM17 ですね。のローカットカプセルが付いてるハイハット用のマイクですね。これはやっぱり持っていきたいなと思って持っていきます。それから締めながらやらないと、俺なんか後で本当にこのままあとよろしくって言いそうなんで、それは良くないから、ちゃんとしまおうかな。どこにしまったかもわかんなくなりそうだからね。で、次はスネア系かな。エッジノート。シミュレートマイクですね。アンテロープのシミュレートマイクで、スネアなんでマイナー10パッド入れて、ローカットはなしで使おうかなと思ってます。こんなやつ。で、次がスネアのマイク M81 と M80 ですね。テレフン系。これが80。80。ハイがちょっと上がってるやつですね。80です。で、同じく M81。こっちが M81 です。こっちの方がちょっとフラット。だから結構地味に聞こえるかもしれないけど、太くも聞こえます。僕はその太いマイクをボトムに立てるのが好きというタイプですね。それで、次がドラムのトップ。トップですね。前言ったシミュレートマイク、スフィア。今のあれだ、DLX みたいなユニバーサルオーディオのやつですね。これ取ります。で、明日ちょっと省エネ作戦でサスペンションすら持っていかないスタイルになってますが、これが2本持っていきます。これのケーブルを忘れないようにしなきゃってさっき、これはですね、ケーブルが別にあって、それを忘れるとですね、大変なことになります。つまり取れないというのがあるので、僕が使うやつは結構こういう専門の、例えば 4050ST ステレオモデルとか、ルーイットのそのダイナミックとコンデンサーが両方一致とかもそういう風になってるんで、これも4050専用のケーブルなんですよね。MS で出たり、LR で出るからこうやって。2個出る。5ピン。でも最悪ね、間違ってもステレオマイクとね、流用できますね。なのでちょっと余裕持って持っていっておくと、この間もね、忘れ物したけど結局なんとかなったっていうのがあります。そしたら次が、ちょっとこれがマイニューギアでございます。新しいやつ。サマーオーディオ。これもアンブレラカンパニーですね。大好きなお世話になっているアンブレラカンパニーからですね。これデモったんですよ。ツイッターとかに上げたんですけど、このマイク。最初からリボンマイクってね、総指向だから、こっち向いてるのこっち向いてる。立てる順番はね、立てる方はこうでいいんですよ。で本当はロゴこうしてほしかったけど、これがね、最近出て結構リボンっぽくて、
まあ、リボンっぽいっていう言い方があれですけど、ちょっと昔っぽいリボンの音がして、で、さらに SN が良かったので、ちょっとピアノとかでね、もっと丸っこい音のやつが欲しかったんで、最近のやつ結構ハイファイのやつが多いから探してたんですよ。で、これ借りたら、良くて、原因小さいんですけど、上げても全然さーって言わなかったから、買いました。結構安かった。リボンマイクとしては安かったです。はい。チェックしてみてください。で、これがこの専用ケーブル。5ピン、キャノンのように見せてこれ5ピンになってて、で、LR で、まあ、この場合はハイとロー、上と下で出てくるんですけど、どっちが上とか書いてないパターンかな。多分若版がこっちかな。色がついてる方が若版かなと勝手に想像してますが、明日初導入なんで、明日わかりますと。いつもだとAEA の8っていうやつ、リボンマイクを使ってたんですけど、ちょっとね、老感の LR 感がメンテ出したけど、いまいちで、なんかもうちょっとなんとかしたいなと思っている時にこれに出会ったので、これにしました。次は、まあギターでいつも使う SE エレクトロニクスの VR1。これですね、リボンマイク。これはギターのオンでいつも使ってるやつです。はい。まあ明日はちょっとロックバンドなんでね。で、これね、気をつけてほしいのがですね、リボンマイクはかなり強力な磁石が入っているので、くっつきます。こうやって保存しておくとですね、傷むのでですね、今もですね、この中に入れてはいるんですが、こっち側と、こっち側でこう交差しないようにして、で、保管しとくと、まあ明日一時的なもんだからね、ずっとここに入れとくわけじゃないので、こうやるとマイクが傷まないですよっていう、いろんな知恵が我々あります。あとは、ちょっと明日は、ギターは4081も行ってみようかなと思って、ギター2人だから片方が VR1 で、片方が4081と、まあ、421の組み合わせにしてみようと思って、ちょっと2026年になりましたのでね、また自分の今までの型じゃないやり方でやりたいから、4081を片方に使ってみようと思って持っていきます。はい。なのでこれで、あとは低分圏の82をちゃんと持ってってやれば多分大丈夫かなと思ってはいますが、明日は体2つなんで、それでマイクを一緒に持ってって、アウトボードはもうスタジオのやつだけでちょっと撮るという、コンセプトになっております。はい。そういうのもね、実は結構大事で、例えば僕らが作ったミュージックのフリレーダーも、あんまり機材を持ってこなくてもいいようなスタジオにしてて、で、そこにやっぱこう、このマイク使ってみたいんだけど、使ったことないな、みたいなやつをですね、結構散りばめてます。そうすることによって、こう、新たな出会いが生まれるので、で、自分もよく使うやつ、これは絶対外せないな、みたいなやつはもう買ってあるんで、ごちさんと。なので、そういうのは置いてますので、結構藤枝行くとね、この辺のマイクはね、ほぼありますね。で、あとはこの変換を全部取ってあって、これなんでかというと、明日行くスタジオとこのサイズはちょっと合わないんで、最初からこうやって外しとくと時短になると。でも持っていかないと何かっていうに大変なんで、こうやって別になってますね。できる子ですね。で、あとはこれプライヤー。もうすぐこういうの外せるようにプライヤーを入れて、マッキー、ハサミ、カッターと、こう、とりあえず持っていくセットがありまして、こういうのを常に入れとくと、あれどこありますかとかアシスタントの向こうのアシスタントの子に聞かなくていいのでご迷惑をかけないというのがあります。ちょっとテレフン圏の M82 だけ取ってこようかな。取ってこようかなって言ったら佐藤が動かなきゃいけなくなるから、ちょっと待ってね。はい。ちょっと間違えてたから、こっちが81。で、これが82なんで、これで書いとくと、僕らはね、見りゃわかるけど、やっぱアシスタントの子も触るんで、書いてあげといた方が、ここに何が入ってあるってわかるから、円滑に行くんで、で、これが82と。前も紹介したキックの EQ がついてる。よし、これを持っていきますと。入るかな？袋が違うけど。で、たまにね、よくあるのは、これを強引に締めてね、マイクが壊れるっていうのもあるんで、で、こういうのはやっぱ、衝撃強いように、こういう風になってるし、あとここにもう、持っていくやつがですね、こうやって書いてます。で、チェックできるように、行きチェック、帰りチェックができるようになっているので、ここに M82 を追加すると、OK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 。で、これケーブルもあるからケーブル。
で、サスペンションは多分別枠で行くんだろうね。やっぱね、忘れ物ってね、いろんな方に迷惑をかけるので、特にライブレイクとかね、絶対忘れ物しちゃいけないんですね。各部署いろいろあるから、いろんな方に迷惑かけるので、で、これであと専用ケーブルを忘れないように。こうなるためにダブルチェックできるようになっております。こういう細かいことも我々の仕事なので、我々の仕事ってアシスタントの仕事、アシスタントがいればね、こうやってやってますが、どうやったらミスを防げるかっていうのはすごい大事なので、そういうのも意識して準備してみてください。じゃあ明日リズム取りですけど行ってきます。